はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトゥです。本日は焙煎機を清掃していきたいと思います。そうですね、僕がどんな焙煎機を使ってて、どんな風に豆と向き合っているのかっていうのもお話ししていきたいと思います。コーヒーの味は豆が9割と言っても過言ではないと思ってます。豆の品質っていうのは大事です。で、その豆の良さを引き出すためには焙煎がとても重要なので、豆のポテンシャルを引き出すために温度管理の細かくできる仕様の焙煎機を選んでいます。本日はその焙煎機の特徴や普段どうやってメンテナンスをしているかっていうのを説明していきたいと思います。それではね、だいぶちょっと汚くなってきてると思うので、特に中身がね、なので清掃していきたいと思います。では行ってみましょう。それではまず清掃の前に焙煎機の現在の状態を見ていきます。焙煎を何回か繰り返すと中に茶粉と呼ばれる薄皮や豆から出る油分が少しずつ溜まっていきます。特に焙煎度が深めの豆を焼いた時は油分が多く出るので汚れがつきやすくなる傾向があります。そういった汚れを放っておくと次の焙煎で思わぬ影響が出ることがあるため定期的に掃除がとても大事なんです。今回は外側だけでなく中のドラムもきれいにするのである程度分解して作業をしていきます。このドラムは焙煎中に豆が常に回転する場所で茶粉や細かい豆が溜まりやすい場所です。ここが汚れていると熱の伝わり方がムラが出たり風味に余計な癖が出る場合もあります。はい、この中に、焙煎中に豆が回転するドラムなんですけども、このドラムはより豆が均一に混ざるような構造になっています。しっかりと全体的に熱が伝わるようになっています。ただこの構造上豆の形やサイズによってたまに引っかかってしまうこともあるんです。もし豆が残ったままだと次の焙煎の時に出てきてしまったり熱の伝わり方が偏ってしまったりする場合があります。もしくは豆が焦げて全体的にその焦げの匂いがつくこともあります。そういった豆は焙煎後のハンドピックに丁寧に除いていますが、もちろん全く出ない方がいいですよね。こういった細かいところまで気を配ることで味のブレをできるだけ減らすようにしています。はい。あとこの焙煎機には温度センサーが直接豆に触れる位置に設置されています。そのため釜の温度ではなく豆そのものの温度にしっかりフォーカスして焙煎することができるのが特徴です。焙煎の決め手はやはり温度と時間。だからこそ豆の温度を正確に測れるというのが美味しい焙煎をする上ですごく大事なことです。ここからは、実際に使っている焙煎機について少しだけご紹介します。この焙煎機は温度、火力、排気の3つを細かく調整できるプロ仕様のマシンです。特徴的なのが温度センサーの位置です。センサーは釜ではなく豆そのものに触れる位置にあるので豆の温度にフォーカスして焙煎ができます。焙煎の決め手は温度と時間。その中でも豆の温度を正確に見ることはとても重要なんです。火力は細かく段階的に調整できて焙煎の進み具合に合わせてこまめに変更できます。そして排気。焙煎中の湿気や香りのコントロールに関わる部分でタイミングによって豆の仕上がりに大きな違いが出てきます。こうした調整の組み合わせでこの豆はこういう味にしたいというイメージに近づけていくのが焙煎の面白さでもあります。排気や火力は他にも細かく調整しているけどもこういった部分は見えにくいからこそ動画で少しでも伝えられたら嬉しいです。はい、今回は焙煎機の清掃の様子をお届けしました。ちょっとつまんなかったかもしれませんけども、豆は焙煎をする時だけではなくて、その前後の工程やこうした清掃の時間を含めて美味しい豆を作っている意識を持ってます。見えない部分かもしれませんけども、こういった積み重ねが一杯のコーヒーの味を左右すると僕は思ってます。今回の
まとめに関してなんですけども、まず、焙煎機の清掃を怠ると豆の味に影響があること。で、僕が使っている焙煎機、小型のやつですけども、豆の温度と廃棄の温度、廃棄の量、火力の調整が細かくできるプロ仕様なので、特にその温度センサーは豆に直接触れているので、それが大きな特徴だとは思います。ただ単に焼いているだけではなくて、きちんと管理されている焙煎機です。でそのおかげで豆の温度にフォーカスして、より狙った味作りができる仕様になっております。何よりも美味しい豆を届けたいという一心で日々コーヒー豆を作っております。コーヒー豆を作る以外のこともね、こうやって大切にしております。なので、これからもロイヤルブルーコーヒーをよろしくお願いします。ではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。